皆さんこんばんは。今回はインターネットなどで怖い映像として投稿されたものを7つご紹介します。それでは始めます。本日最初にご紹介するのは海外の大手掲示板レディットに投稿された映像です。映像は北イタリアのブレンテッタ運河沿いに設置された防犯カメラの映像で、奇妙なものが映っています。撮影者が指さす方にご注目ください。いかがだったでしょうか。画面左側から松崎しげるのように黒い影が歩いています。これだけならカメラの圧縮率の問題で、普通の人間が幽霊のように見えているだけかもしれませんが、この影は画面右側にある壁をすり抜けます。そしてあの黒い影は画面右側へ移動し、フレームアウトしていきます。しかし解説によると壁の向こうはブレンテッタ川だそうで、そうなるとこの影は壁をすり抜け、水の上を歩いたことになります。今から約900年前、この川をめぐって戦争があり、多数の戦死者が出たとのことですが、果たしてあの黒い影は幽霊だったのでしょうか。次はとある配信者が生配信をしている時に起こった奇妙な現象を映した映像です。マネキンにご注目ください。もう一度ご覧ください。配信者の男性が部屋に入ると、マネキンがかぶっているマスクを取り椅子に座ります。しばらくして男性の背後にあるマネキンが一人でに動きます。この映像に関する情報が少ないのと、マネキンの下半身が映っていないためフェイクの可能性は否定できません。本物ならかなり不気味な映像ですが、皆さんはどう思われるでしょうか。次はある倉庫で勤務する警備員が夜勤中に撮影した映像です。警備員がコンテナを収集する場所を巡回中に不気味な声が聞こえてきます。ご覧ください。いかがだったでしょうか。警備員が不気味な声が聞こえたため、カメラを回しながら巡回しています。すると
どこからともなく何かが叫ぶような声が聞こえます。個人的には発情期の猫が鳴いているようにも聞こえますが、警備員曰く10年以上勤務していて初めて聞いたとのことです。皆さんはどう思われるでしょうか。次はスペイン語圏の TikToker であるウィル・ブラウンが投稿した映像です。ある日ウィルは金属でできた筒状の物体を拾いました。その筒の中にはいろいろなケーブルや機械のようなものが入っており、その中に生物のようなものが入っていました。少しグロいですがご覧ください。Mi gente, estoy asustado, mi gente, vean. Mira, mi gente, venía aquí y venía a gran velocidad, no sé. Yo lo vi que salió de aquí, pero no sé de qué se trata. Y, y es que es muy parecido a los humanos y se mueve, vean. Se está como muriendo. Quiere levantarse, pero ¿qué se tratará? ¿Qué será esto, mi gente? いかがでしょうか。コーラアップのような色をした人型の生物が映っています。作り物のように見えますが、よく見ると動いています。ウィルは気味が悪くなったのでしょうか。この生物の胸にナイフを突き刺します。少しグロいですが、心臓のようなものが鼓動しているのがお分かりいただけたでしょうか。よくわからないとはいえ、仮にも生きており無抵抗なものを指すとは理解に苦しみますが、この生物に驚くべきことが起きます。いかがだったでしょうか。先ほどまで重傷を負っていた生物の傷が塞がり、微妙に姿を変えて立ち上がっています。ウィルはこの生物が宇宙人だと主張しているそうですが、あの筒状の物体では大気圏を突破できそうにありませんし、この宇宙人はどう見ても昆虫グミキットで作ったとしか思えません。この生物が何なのかは皆さんの判断に丸投げしたいと思います。次はステファニー・クラークがアメリカジョージア州にあるテルフェア博物館で行われたゴーストツアー中に撮影した写真です。2つの階段の間の奥にあるドアにご注目ください。画像を拡大して奥のドアをよく見てみると、半透明で長い腕を持つ人のようなものが見えます。このテルフェア博物館は3つの建物からなる博物館で、1818年にメアリー・テルフェアの住居として建設されました。メアリーは資産家であり、長年この建物に住んでいましたが、1875年に亡くなりました。メアリーの死後、この建物は博物館となりましたが、誰かに見られているような感覚や誰かが触れているような感覚がするだけではなく、誰もいない部屋で足音が聞こえるそうです。関係者たちはこれをメアリーの幽霊だと信じており、この博物館は有名な心霊スポットの一つと認知され、定期的にゴーストツアーが開催されているそうです。果たしてステファニーが撮影したのはメアリーの霊だったのでしょうか。次はレアンドロ・ペトリキオリが TikTok に投稿した映像です。
レアンドロは建設会社に勤務しており、会社が所有する社員寮で暮らしています。しかし彼が住んでいる部屋はさまざまな怪奇現象が起こるため、同僚からは呪われた部屋として恐れられている曰く付きな部屋だそうです。そしてこの部屋では実際にさまざまなポルガイが起こるそうで、彼はその様子を撮影しては TikTok に投稿しています。それでは彼が撮影した映像をご覧ください。Oxê, que diacho que é isso? Tá achando que eu tenho medo? Ó, tem medo não. Se eu demonstrar medo aqui, aí que ele vai querer se aparecer na internet. Oxê, que é isso? Oxê, abrindo um negócio ali. Só demonstrar medo aí que... Só demonstrar medo aí que o negócio fica... Mas eu, mesmo assim não tem medo não. Tem medo não. Que isso? Você usou a máquina? Vou filmar. いかがでしょうか。食器棚の扉が開いたり、棚に入っているものが飛び出たりといったさまざまなポルガイをカメラは捉えています。しかしレアンドロの部屋で起きる怪奇現象はポルガイだけではないようです。続きをご覧ください。Salgado. Apimentado. いかがだったでしょうか。2つの映像をご覧いただきましたが、どちらの映像にも白い服を着た女性のようなものが映っています。映像を拡大してみると首がないように見えます。個人的には足が見えるようにもう少し丈の短い服を着てほしいところですが、果たしてレアンドロの部屋は何かに取りつかれているのでしょうか。1986年11月、カナダのマニトバ州ウィニペグで数十年に一度の大雪が降りました。そしてこの大雪が一つの悲劇を生みます。ある重病人の女性が薬が切れたため苦しんでいました。彼女のそばで父親が看病していましたが、数十年に一度の大雪のせいで彼女は病院に行くことができませんでした。そして彼女は絶望の中で苦しみながら亡くなります。その後、彼女が住んでいた家は誰もいないのに物音がしたり、女性の幽霊が現れるといった心霊スポットとなったそうです。カナダの心霊系 YouTube チャンネルパラノーミーズの2人は噂が真実なのか検証するため、その曰く付きの家を訪れます。そして怪奇現象はヘッドフォンをつけて目を塞ぎ、幽霊の声を聞く実験を行っている時に起こります。ご覧ください。Mama. Like a fever? No, that's way too high. No one could possibly have a fever that high. Hello? Oh. Said you're dead. What are you doing?
Said this is a fine line. Said go with it. Oh, it feels like something's tugging on my shirt. He's up there. Who's up there? Let's go, let's go, let's go. 彼らが検証をしているとドアが閉まる音がします。慌てて確認に行くとドアを何かが引っかくような音がします。そして突然ドアが開いたため怖くなった彼らは逃げ出します。この時リビングに置いていたウィジャボードに恐ろしいことが起きます。引き続きご覧ください。いかがだったでしょうか。目に見えない何かがウィジャボードで何を伝えたかったかは不明ですが、この家には大雪の日に亡くなってしまった女性の霊がさまよっているのでしょうか。時間の都合上紹介しきれなかった怪奇現象もありますので、気になる方は固定コメントまたは概要欄の URL から視聴してみてください。それではサムネに困らなかったのコーナーです。今回はサムネに困らなかったため衝撃映像をご紹介します。ご覧ください。いかがだったでしょうか。一回生で見てみたいです。ご視聴ありがとうございました。本日の動画はこれで終わりです。贅沢は言いません。よろしければチャンネル登録と高評価、他の動画を10本ほど見てください。それではさようなら。